はい、今日は引き続き、Zoom の H1XLR 特集をしたいと思います。今回はね、こんな風に、パソコンとつないでね、オーディオインターフェースとして、どんな感じで使えるかっていうのをやってみようと思います。現在はこれつながってなくてですね、SD も入っていません。NoSD ってね、ここに表記されてます。録音しているのは、今日はこちらの同じ Zoom の、オーディオインターフェースである UAC2 ですね。で、こちらは普通のね、オーディオインターフェースなので、大きな入力をすると、やっぱり歪むと思うんですよね。じゃあ試しにちょっとね、大きい音出します。はい。けどそんなね、構えなくて大丈夫です。後でね、音量調整こちらでしますので。はい。それでは、大きい声出してみます。せーの。はーはははははワンツーワンツーワンツーはという感じでね、大きい声出しました。もちろん画面の、入力のところにはね、こんな感じで、クリップマークね、赤い印がついちゃって、音歪んじゃってますよっていう風に表記されますね。当たり前です。はい。では、ね、こちらだと、あれですね、歪まないそうなので、ちょっと接続を変えてみましょう。はい、では実際に今 H1XR で、音を取っております。かなり波形がね小さいのですが、それはね原因のつまみがありませんので、調整のしようがないんですね。では、ちょっと大きい声を出してみようと思います。ははい。ね、思いっきりここにね、クリップしましたよマークがついちゃいます。はーイエスはーただ、やっぱ32ビットフロートで取れてるはずなので、このクリップマークがついていても実際には歪んでないんじゃないかとは思うんですね。これは後で確認してみたいと思います。それでは録音した、2つのファイルを比べてみたいと思います。両方とも、パソコンの設定はちょっと待ってください。違う。一般の解像度ですね。32ビットフロートのモードで録音しております。ただ、この UAC2 というオーディオインターフェースは32ビットフロートに対応していないものですね。で、こちらの H1XLR は32ビットフロートに対応しております。はい。で、録音したところですね、やっぱり両方とも頭は切れるというか、そうですね、ちょっと待ってくださいね。切って、こんな感じで、ね、頭が切れてます。波形的には。こちらもですね、32ビットで撮ったにもかかわらず頭が切れてます。これじゃダメじゃんっていうね、感じがしちゃうんですけど、実際にちょっと音を聞いてみようと思います。で、注目していただきたいのはこのマウスのカーソルの先のここのレベルメーターですね。で、こちらのチャンネルが、UAC2、旧来通りのオーディオインターフェースで撮っておりまして、こっちは新型の H1XLR ですね。32ビットフロート対応のもので撮っております。ちょっと32って入れとくか。32ビット録音対応ってことですね。はい。では聞き比べてみようと思います。じゃあまず UAC2 の方で聞いてみますね。こちらのレベルメーターを注目してください。はワンツーワンツーワンツーはという感じで、当たり前なんですけどね、このメーターが0のところでぶち当たってこれ以上上に行かないんですよね。ワンツーワンツーワンツーはい。ですね。やっぱりデジタルクリップが起きて、これより上はもう歪んじゃってるわけですよね。聴覚上そんなにね歪んでる感じには聞こえないのは、やっぱこのオーディオインターフェースがちょっと優秀なせいもあると思いますけど、あんまり歪みっぽくはけどやっぱねちょっと張ったところはね嫌な感じ出てますね。ワンツー
この1、2の1のところですね。1! これも明らかに歪んじゃってます。では一方、こちらですね。H1XLR 32ビットフロート対応の、オーディオインターフェースで撮った場合どうなるかっていうのを聞いてみようと思います。じゃあこのレベルメーターに注目してください。はーYes, yes, 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 はーはい、お分かりでしょうか。はーYes, yes, 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 はーですね。この0を振り切ってるんですよね。はーね、0を超えてるんです。こう波形的にはこう上がね切られちゃってますけど、実際にはこの上もちゃんと収録されているっていうことなんですよね。ですのでこっちのね、レベルメーターですね、マスタートラックのレベルメーターを5デシほど下げないとマスターの方で歪んじゃうんですよね。はい。っていうのがまあ注意点かと思います。ということで H1XLR は、ちゃんと32ビットフロートでオーディオインターフェースとして、機能していました。はい。ただ、まあそのね、こっちは歪まないんですよ。トラックの方では全然歪まないんですけど。Yes, yes, 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 はーね。これけど歪んでないよな。わかんないです。まあ、ここは振り切っちゃっててもいいと思います。振り切っちゃっててもいいと思うんですけど、マスターで赤がつくとまずいので、例えばね、マスタートラックを今マイナス5になってますけど、通常デフォルトの0にしてみると、ね、こうやってもう赤いマークね、ついちゃって、今、11? どういう単位かわかんないんですけど、11振り切っちゃってる。ね、もうマスターで明らかに歪んじゃってるんです。だからこの赤がつかない程度まで下げなきゃいけないってことですね。で、USC2 の方は、いいんです。ね、例えばこれ0のままでね、やってますけど、はワンツーワンツー。まあ、このトラックの方がね、絶対0を超えないので、マスターの方も0を超えないということですね。はい、ここが編集する際の注意点です。H1XLR で撮ったものはマスターの方なり、まあメインの方下げてもね、全然いいと思います。マスターはこの0のままで、こっちのね、トラックの方を5デシぐらい下げて、Yes, yes, 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 ね、マスターが赤つかないぐらいまで、こっちの方を下げる。その方が安心かもしれないですね。これやっぱりこっち0にすると、なんかね、ちょっとこの0の上のフェーダーがね、赤っぽく光るのがちょっと精神衛生上良くない気もするので、こちらのトラックの方を下げて、マスターは0のままで、Yes, yes, 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 編集するのがいいかなと思いました。はい。ということで、H1XLR を、オーディオインターフェースとして使用するとどうなるのか、やってみました。ご視聴ありがとうございました。